皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。今回はブレワイ続編にもがっつり関わってきそうな謎の民族ゾナウやゾナウ遺跡について、名前は聞いたことがあるけどよく知らないという方向けに分かりやすい例を用いて名前、その見た目などを解説していく、これを見ればゾナウのことは1から10まで全部わかるという動画になっています。僕の妄想は挟まず、あくまで作中公式の資料、情報から読み取れる部分をお伝えします。動画終盤では設定資料集のマスターワークスをお持ちでない方には特に頭に入れてほしいことをお話ししていますので、ぜひ最後までご覧いただきたいです。動画の下に字幕を出せるように設定しておきますので、必要な方は YouTube の字幕設定で切り替えてください。では行きましょうか。ゾナウとは、まずはブレワイの設定資料集であるマスターワークスからの説明です。謎の遺跡と民族、それがゾナウである。その文明全体をゾナウと呼びますし、その謎の古代民族を指してもゾナウと呼ぶようです。ゾナウという名前は謎から来ているとのことです。がっつり日本語ですよね。フィローネを本拠地とした蛮族と言われているが、勇気の泉周りのそのゾナウ遺跡群と同様の意匠が見られる遺跡がハイラルに広く点在することがわかる。勇気の泉。フィローネの樹海に勇気の泉ってありますよね。あれの周りには謎の遺跡がたくさん残ってるんですが、あれが代表的なゾナウ遺跡です。ゾナウ遺跡群って呼ばれてます。あそこが一番大きいですね。2019年に公開されたブレワイ続編に関しての最初の PV ありましたよね。あの中で途中でゼルダと牛が洞窟内の水を飲んでいるシーンがありますけど、その水の中に崩れかけて立っている柱がゾナウ文明のものです。ズームするとわかるんですけど、蛇の顔が縦に並んだ意匠が彫られています。それと同じものが勇気の泉周りのゾナウ遺跡群にもありましたね。ゾナウ文明の特徴。ゾナウ遺跡の特徴として、今お話しした蛇の意匠、あちこちに描かれた渦巻き模様、いくつもの柱のようなものが描かれた壁、各地に立っているゾナウ石柱、またはゾナウの塔とも呼ばれる目的不明の石柱、巨大な水竜、豚、フクロウの石像などが挙げられます。渦巻き模様はコログ族が出してくる謎解きの一つに使われているブロックにも描かれていますよね。水竜、豚、フクロウの石像はフィローネ地方にたくさん散らばっています。竜は勇気、豚は力、フクロウは知恵と太古からのトライフォースの歴史を感じさせるようにデザインされているそうです。トライフォースに関して詳しく知りたい方は時系列解説の動画で詳しくお話ししています。そちらをご覧ください。勇気の泉周りには水竜の石像が多く立っており、水竜信仰があったと思われると公式からもヒントを出されているほど、やたらと水竜プッシュの蛮族だったようです。ちなみに設定資料集マスターワークスの中では竜と竜の2つの漢字は区別されていませんでした。同じものを指して別の漢字を使っているのが見られたということですね。どういう設定になっているんでしょうね。巨大な城を建造している上、試練の祠と連動する様子も見られるなど不可解な点が多い。まじないの力を持ち、数千年前に忽然と姿を消した民族とも囁かれる。3つの迷宮遺跡。巨大な城というのは北ローメイ城跡や南ローメイ城跡を指していると思われます。ローメイ島と合わせて全部で3つの迷宮遺跡がありましたね。あれらもゾナウ遺跡です。ローメイ遺跡3つの特徴は、常人では到達できないような奥地に作られているところ、他の遺跡とは蛇の意匠が上下逆に描かれているところ、壁に水竜の石像が組み込まれているというのが挙げられます。ローメイという名前は迷路から来ています。迷路、迷路、迷路、迷といった感じです。蛮族装備。先ほどゾナウはフィローネを本拠地とした蛮族とありましたが、この3つのローメイ遺跡の祠でそれぞれ手に入れられる3つの蛮族装備を合わせた姿がゾナウが活動していた姿とされていますね。体中にペイントが施される特徴的な装備です。説明テキストには身につけると刻まれた特殊な古の文様によって精神が高揚し闘争心が湧くと書かれています。作中では実際に攻撃力が上がっていましたよね。雷の大地。
試練の祠と連動する様子も見られるという部分ですが、例えば雷の大地の祠チャレンジである雷鳴の試練を覚えてますでしょうか。雷の大地もまたゾナウ遺跡の一つで、題材に対応した正しい弾を収めると試練の祠が出てきていましたよね。試練の祠を作ったのは古代シーカー族のはずです。つまり古代シーカー族と謎の民族ゾナウは協力関係にあった可能性もあるのかもしれませんね。ここは公式情報に答えはなく想像するしかありませんけど、ちなみにこの遺跡に掲げられている4つの紋章の意味、由来については今まで何度も調べてみましたが確信を得ていませんね。ゾナウの塔、まじないの力を持ちという部分ですが、先ほどゾナウ文明の説明の中でゾナウ石柱またはゾナウの塔というのも挙げましたね。この2つは同じものを指しているんですが、設定資料集にはそのゾナウの塔がまじないに使っていたものなんじゃないかと書かれています。ただはっきりとは言い切ってないようですね。先ほどの蛮族装備の特殊な文様の効果もそれに当たるんでしょうか。このまじないというものが具体的にどういう内容なのかは分かっていません。グチニザ平原古墳群、先ほどお話ししたフィローネ樹海の勇気の泉から南に抜けるとグチニザ平原古墳群というこれまたゾナウ遺跡があります。ここは古墳というくらいなのでおそらくお墓なんだとは思われますが、どういう人物が眠っているんでしょうね。古墳群という名前を開発側が公式情報として示しているのか、作中の誰かが古墳と名付けたという捉え方の違いで解釈が分かれそうです。独特の囲いの中心にゾナウの塔が立っている唯一のゾナウ遺跡です。ここには4本のゾナウの塔が立っています。こんなに集まっている遺跡はないかもしれません。というわけで基本情報をさらいながらいくつかのゾナウ遺跡を紹介してきました。この後は夜行石や3つの石像、魚鳥居村などと絡めながらたくさんのゾナウ遺跡を紹介していきますが、途中で挟むとややこしいのでここであまり知られていないものを挙げます。ネタバレはありませんのでご安心ください。うずもれた秘密、ブレワイの100年前を描いた作品である薬剤の黙示録作中でのみ、根っこごと倒れてる木の根っこにゾナウ遺跡の蛇の意匠やその他が掘られた壁や柱が絡みついてる状態のものを始まりの大地とハイラル大森林のステージでそれぞれ発見できたので、その2つの場所はそれぞれゾナウ遺跡の上に存在している可能性が高いです。ハイラル大森林に関してはリリリリリンクさんというツイッターのフォロワーさんに情報をいただきました。失われた遺物、同じく薬剤の黙示録作中でコポンガ村周りにはかつて5本のゾナウの塔があったことが新たに分かりました。戦いの最中崩れてなくなってしまったんでしょうか。ブレワイ作中ではこの5本中1本だけは残っています。このゾナウの塔についてすごく不思議なのは、崩れかけ壊れかけのものを見たことがないところです。斜めに倒れているものも見たことがありませんよね。でも薬剤の黙示録では過去にあったことが分かった。つまりゾナウの塔はあるかないかのパターンしかないんですね。これが何を意味するかはまだ調査中です。はい、それでは残りのたくさんの各ゾナウ遺跡と場所を紹介していきます。これもそうなんだと驚く場所もあるかもしれません。行きましょう。ドイブラン遺跡。まず皆さんの記憶に印象深く刻まれているであろうドイブラン遺跡はゾナウ遺跡の一つです。何を意味しているか分かりませんが、ドイブラン遺跡の気になる特徴は水流とフクロウの石像はたくさんあるにもかかわらず豚の石像が一切ないというところです。夜行石。ドイブラン遺跡は真っ暗な中に光っているものがやたらと置いてあるとても神秘的な場所ですよね。その光っているものの中に夜行石もありました。作中の説明テキストには夜になると青白く光り出す不思議な鉱石、死者の魂の灯火とも言われるこの石を原料にした特殊な服もあるというと書かれています。なんとも意味深な一文が混ざっていますが、夜行石といえば先ほどお見せした続編ファースト PV にやたらと多く出てきた鉱石です。ゾナウ文明と夜行石にも何やらつながりがありそうな気はするんですが、関連は不明です。ヤシの遺跡。夜行石とゾナウ遺跡のセットといえばハイラル南東のゾナウ遺跡、ヤシの遺跡です。
ヤシの遺跡を調べているリガニーから受けられるチャレンジ、石碑のかけら探しでは、夜になると書かれている文字が光る石板を写真に撮ってくるというのをやりましたよね。あれを元の形に揃えると見たことのないマークが現れます。石板の周りの文字の色、性質の一致から考えるに、おそらく夜光石を砕いて塗料として利用していたんだと考えられます。魚鳥居村。ヤシの遺跡は魚鳥居村という漁村の東隣にあります。先ほどお話ししたリガニーという人物も魚鳥居村の青年です。フィローネの端にあるこの魚鳥居村の特定の2つの家には、シーカーシンボルから涙の部分を取り除いたような紋章の中にゾナウ遺跡の特徴的な渦巻き模様が置かれた謎の紋章が掲げられたりしています。そのことからこの村は謎の民族ゾナウと何らかの関係があると考えられそうです。ノッキミヒの祠。ノッキミヒの祠と聞いてピンとくる方はまずいらっしゃらないでしょうけど、その祠に至る扉にはゾナウ文明の蛇の意匠や柱が並んだような壁があります。ここに関してはこの門と扉だけなので何を意味するのかさっぱりわかりません。祠しかないところを見ると祠と関係ある場所なのかもしれませんね。ヘブラの大化石。ヘブラの大化石を覚えていますでしょうか。ヘブラ地方の巨大なクジラの化石ですね。たった今紹介したノッキミヒの祠と全く同じ門と扉が付けられています。巨大なクジラを囲むようにして青白い水晶のように光っているこの石は、近づいても温度計は反応しませんし、光が動いているように見えるので氷ではないようです。この色どこかで見たことありませんか？ラネール地方のゾーラの里やその周りの突き出た岩と似ていますよね。ゾーラの里は夜光石を加工して作られているらしいです。周りの綺麗な岩も夜光石を含んでいるんでしょうかね。先ほどお話しした通り、夜光石はゾナウと何かしらのつながりがありそうなので、このクジラの尻尾あたりを掘ることができれば何かわかるのかもしれませんね。さあ動画はまだ続きますが、ここまでとりあえずは楽しめたという方は2秒ほどいただいて高評価ボタンを押していただけると、また動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ありがとうございます。ここからは公式発表にもかかわらず誤植なのか何か隠された理由があるのかわからない込み入った話になります。少々ややこしいですが、設定資料集のマスターワークスをお持ちでない方には特に頭に入れておいてほしい大事な話とも言えます。マスターワークスによれば古代ハイディアの遺跡とゾナウ遺跡とが分布が黄色と緑色で分けられているんですね。一見すると皆同じ見た目の遺跡たちでも資料集の色の表記が食い違っているんです。わかりやすい例を挙げます。緑がゾナウ、黄色がハイディアです。まずはたった今お話ししていたノッキミヒの祠とヘブラの大化石はここに載っていません。あまりにも規模が小さいからかと考えられはするんですが、他に小さくても載っている遺跡は多いのでそういうことではないようです。正直謎です。マキューザ半島南の黄色で表されたハイディア遺跡と、そこと階段の動線でつながっている緑で表されたハイディア遺跡、この2箇所の遺跡はお隣で見た目もほぼ同じなんですが、片方はゾナウ遺跡と記されています。西の方の遺跡ですね。ボリダノの祠西の緑色で表されたハイディア遺跡、緑なのにハイディア遺跡です。マキューザ半島北西の緑色で表されたハイディア遺跡、同じく緑なのにハイディア遺跡。ターム岬の緑色で表されたハイディア遺跡、これも同じですよね。これらは単なる誤植という考えも捨ててはいないんですが、あまりにも数が多いし、実際黄色で表されたティナキョザ周りの古代石柱群、ターリン湿地のハイディア遺跡、マキューズ半島南の水が溜まっているハイディア遺跡は規模が大きかったり三重に神殿で囲まれていたりと、他のハイディア遺跡とは何かしらの違いはあるようです。ここの判断は皆さんにお任せしますが、今紹介したような遺跡たちの中でも特に例外なのがトト湖です。湖の中に建物が沈んでいるんですが、ハイディアの真ん中あたりでよく見る駐屯地などと同じ建築のものが沈んでいるだけなんです。ハイディア建築なんて呼ばれています。それでいてゾナウ遺跡と称されているんですね。ちなみにトト湖はゾーラの兜が入った宝箱が沈んでいる湖でもあります。今お話ししたようにその判断は皆さんにお任せします。
はい。ということで、ゾナウ文明をすべてまるっと紹介してきましたが、いかがだったでしょうか？ここにゾナウ遺跡発見したようだとか、その他発見がありましたら、コメントで情報をくださると考察がはかどって助かります。この動画を楽しめた方は、2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作りを頑張れますので、ぜひお願いします。このチャンネルでは、ブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。まだの方はチャンネル登録をお願いします。長い動画に最後までお付き合いいただきありがとうございました。失礼します。